以前 GP ワイルドを作った際に、茂吉市のジオラマコースで遊んだのだけど、これが非常に楽しかった。ので、私もジオラマコース作りに挑戦してみる。先にお知らせしておくと、茂吉市のジオラマと私が今回作るジオラマ、ニコニコ超会議に持っていきます。コンセプト。1、サイズ。茂吉市のジオラマコースは、市販のカット済みベニヤ板のサイズなので、並べて使えるように私も同じサイズで作る。なお、サブロクと言われる標準サイズを4つに切ると、少し大きくなってしまうけど、遊び方的に誤差の範囲なので、サブロクをカットして使うのもありだと思う。2、重さ。なるべく軽く作ることで、気軽に持ち運んでさっと並べて遊べるものにしたい。片手で持てるように 2kg 以下を目標にしよう。3、いろいろ試す。ジオラマ作りのスキルはほとんど持ち合わせていないので、今後のためにいろいろな手法を試しながら作る。4、心構え。ジオラマなのでリアルさを重視したいけど、最初からクオリティを追求しすぎると完成しないので、リアルな部分もあればフィクションもある、くらいの割り切った心構えで挑戦したい。というわけで制作を開始する。まずは 450×900、厚さ 4mm のベニヤ板を調達。このままでは強度不足なので、周囲を杉材で補強していく。杉材を選んだのはシンプルに軽くて安かったから。裏から見るとこんな感じで、3D プリンターで作ったパーツを使っている。木工と 3D プリンターは相性が良いなと感じた。ベースができたのでラフスケッチ開始。大まかな配置を下書きしていく。適当に書いているように見えるかもしれませんが、本当に適当に書いています。構造材はスタイロフォームを使って作る作戦。この素材はちょっと硬い発泡スチロールみたいなもので、本来の用途は建物の断熱材。軽さと強度のバランスが良く、カッターで簡単に切れるのが利点なのだけど、曲線的な加工が難しいので、発泡スチロールカッターを導入。これで自由自在に形を作れるってわけ。ただし匂いが気になるので換気をした方が良さそう。スタイロフォームの配置を開始。先ほど自慢げに紹介した発泡スチロールカッター。どうやら充電が足りなかったらしくすぐバッテリー切れに。充電しながら作業を進めているけど、すぐに動かなくなるので、ここぞ、という部分だけ使用し、他は手で割ったり指先でちぎり取るスタイルで加工。接着には発泡スチロール用の接着剤を使用。瞬間接着剤を使うと溶けてしまうので注意。さらにこちらの、爪楊枝を使い剥がれを防止する。神はこれを爪楊枝に使っていると噂を聞いたことがある。接着剤を塗って差し込むことで強度アップできる。飛び出た部分はニッパーでカット。これでかなりがっちり固定できる。走行に耐えられる強度が欲しいので、多めに爪楊枝を刺しております。ほぼ見えてないけど補強完了。次はこれ。紙粘土で隙間を埋めつつ表面の形状を作る。ただし乾いたら剥がれそうなので、スタイロフォームの表面を荒らしておく。いわゆる、足付け、というやつですね。フィルターと真鍮ブラシでいけると思ったけど、なんか思ってたんと違う。削って形状を整える際には使えそう。ただし細かいカスが大量に出るので注意。手で持って押さえつけながら転がすと、良い感じになることに気づいたので、この方式で足付けしてみる。足付け完了。さらにこちらの、水溶きボンド、で密着性を上げる。ひたすらスタイロフォームに塗るだけの簡単な作業ですね。水溶きボンド完了。紙粘土に少し水を含ませて、ペタペタと貼っていく。左上部分の隙間埋めからスタートしたのだけど、しばらくして気がついたことがある。たったこれだけの隙間埋めで、紙粘土を一袋使い切ってしまったのだ。たくさん使うことを見越して6袋買ってあるけど、このペースだと全然足りない。ので、I have 紙粘土。I have スタイロフォームのかけら。オン。つぶつぶ粘土。これでボリュームをかさ増ししつつ、ゴツゴツした質感になるという算段。つぶつぶ粘土で盛り付けていく。つぶつぶ粘土完了。形状的にはゴツゴツしていて良いのだけど、つぶつぶがコロッと取れないか心配なので、Amazon のお口から届く紙を使って対策してみる。これをくしゃくしゃに丸めて、広げると、なんとなく使えそうなシワシワの紙になる。水溶きボンドを塗って、シワシワ紙を乗せ、霧吹きで水をかけつつ、
ハケで叩くようにして密着させると、こんな感じでコーティングできる。うまくいった気がするので、他の部分もシワシワ紙でコーティングしていく。シワシワ紙完了。あとは乾燥してどうなるか。1日後。乾燥してパサパサになっている。質感も良い感じ。部分的に穴が開いて下地が見えてしまっているけど、それがなければこのまま使えそう。ちなみにこの部分は、シワシワ紙なしでどうなるかと、スタイロフォームそのままでどうなるかのテスト。次は最大の山場とも言える塗装。ここで試したいのがこちら。先ほどの紙粘土を水で溶いてトロトロにしたもの。100円ショップのアクリル絵の具で色をつける。まずは茶色。なんかうんこみたいですね。かき混ぜるとこんな感じ。これだとちょっと鮮やかすぎるな。というわけで黒を少々追加。少しくすんだ良い色になったぞ。粘土もちょうど良さそう。試しに部分的に塗って様子を見てみよう。紙粘土のおかげで粘土が高く、厚く盛りながら塗ることができるので、細かい段差や紙のシワを隠すことができる。5分ほど経った状態がこちら。これめっちゃ良いな。紙粘土の粒子が残っているおかげで、すごく自然な感じになっているぞ。この手法は、かなりの手応えを感じたので続行。ただし作った量が少なかったので、紙のシワが多い部分を優先して塗っている。やはり全部は塗れなかった。残りの部分は紙粘土の代わりに、重曹を入れたバージョンで塗ってみる。ザラザラの粒子感が出るのを期待。それと少しだけ色味を変えてみたので、陰影というか立体感が出たら良いなと。ここで残念なお知らせ。ザラザラを期待して入れた重曹ですが、ほとんど沈殿していました。もったいないのでこの区画に敷き詰めておこう。というわけで奥のエリアは塗装完了。先ほど、手前の部分は紙なしで、と言ったけど、ちょっと試したいことが発生したので計画変更。それがこれ、ティッシュなら柔らかいので、地形にピタッと密着する説。2枚組のやつを1枚ずつ使用しよう。やり方は先ほどと同じく、水本を塗って、ティッシュを乗せて、濡らしながら密着させる。Amazon の紙と違って白くて薄いので、施工したか見た目でわかりにくいな。でもって先ほどと同じように、トロトロ粘土を作ろうとしたのだけど、水の割合が多かったのかサラサラになってしまった。とりあえず先に色をつけておこう。トロトロにするために粘土を足すという手もあるけど、実験的にこれを使ってみよう。トイレットペーパーは水に溶けやすいので、良い感じになるのではないかと。細かくちぎって、投入。よくかき混ぜる。まだちょっとシャバいな。オイレットペーパーいってみよう。入れすぎると溶け残ってえらいことになりそう。ちゃんと溶けるか？なかなか良い粘り気になったぞ。さらにボンドを追加。とりあえずボンドを入れておけば良いと思っている。あとは塗るだけ。と思ったらちょっとしたアクシデント発生。先ほど使ったティッシュが剥がれてしまっている。塗り方が悪いのかもしれないけど、Amazon の紙の方がやりやすかったな。まあ今更なので剥がれに気をつけつつ続行。なんとか完了。次は中央のエリア。ここには舗装路を作りたい。紙やすりで手軽にアスファルトを表現できそうだけど、今回は別の方法に挑戦。使うのはこちら。アクリル絵の具と重曹。そしてホームセンターで安売りしていたパテ。これらを適当な比率で混ぜると、こんな感じのペーストになる。そしたら適当なヘラで、伸ばしていく。この感じ、ボブの絵画教室を思い出しますね。実際ジオラマ作りでもボブ先生のマインドは大切。例えば今施工している部分も、こんなところに舗装路って世界観どうなってんねんって思うかもしれないけど、この世界では私は創造主なので自由なのです。ここに舗装路を作りたいから作る、的な。舗装完了。均一に濡れているように見えるけど、近くで見るとムラが。これはこれで味があるのでよし。そろそろ全体のバランスを見つつ作業したいので、ベニヤの血が見えている部分を茶色で塗装。次は岩肌のハイライト。少し薄い茶色で立体感を出していく。基本的に出っ張った部分を明るくすればそれっぽくなる。さらに明るい色でハイライトを追加。ちょっと大げさなくらいの明暗があった方が良い。ハイライト完了。かなり良い雰囲気になった。ただ何か物足りないので、
草を生やしてみた。使ったのは100円ショップの草2種類。なんで岩の陰に草生えてんねん、と思うかもしれないけど、この世界では、最後に余ったスペースに、ボンドを塗って、適当に塗装した軽石を並べれば、GP ワイルドを走らせてみよう。ゴー。登頂記念撮影。岩の下に入ってみよう。あ。最後に重量を測ってみたら約 1.4 キロ。目標よりもかなり軽く仕上げることができた。その割にはサムネの手が力んでるように見えますが、これはめちゃくちゃ風が強かったからです。風がなければ片手で軽々持てるので OK。今回はジオラマコース作りに挑戦。いろいろなテクニックを試すことができた。個人的に一番うまくいったのは、トロトロ紙粘土での塗装。多分これを塗れば、大抵のものは良い感じの質感になる気がする。一方で反省点も多く、スケール感を意識していなかったので、マシンを走らせるスペースが小さかったり、細かい部分を気にしすぎて、作るのに時間がかかりすぎたりした。次回はもっとラフにサクッと作りたいな。それと冒頭にお知らせしたニコニコ超会議の件。去年、ホビーアニメ再現部として参加したのだけど、今年は、超ホビー研究所としてパワーアップして参戦。いろいろなホビーが集合した熱いブースになる予定。その一角にジオラマコースを並べて、GP ワイルドの体験走行などをやる予定なので、ぜひ遊びに来てください。おまけ。私の工作教室に来ている小学生が、春休みにジオラマ作ってみたい、とのことなので、組み立てたパネルを1枚託してみた。結構大きいので完成するかわからないけど、もし間に合ったら超会議で使わせてもらおうと思う。